皆さんこんにちは、きよです。今回は私が今まで読んできた三宅佳穂さんの本をずらっとご紹介していきたいと思います。それでは動画スタートです。はい、ということで今回はですね、視聴者の方にリクエストをいただいた企画になります。最近三宅佳穂さんの本が気になってきたんだけど、もう人気もあっていろんな本もありすぎてどれから読んだらいいのかがわからないということで、できればその紹介する動画を作ってほしいですっていうリクエストをね、ありがたいことにいただいたので今回は紹介したいと思います。で、今回の動画の主なテーマとしては、その今まで私が読んできた三宅佳穂さんの本を、こういう順で読んでいくとより分かりやすいんじゃないかなっていう、一つの提案をさせていただこうかなと思います。三宅佳穂さんの単なる一ファンとしてお届けする動画になるので、その順番違うんじゃないのとか、その本もっと詳しく紹介してよみたいな、そういうこともあるかもしれないんですけど、その点は温かく受け取っていただけたらと思います。で、一つ、注意点というかお伝えしたいことは、三宅佳穂さんの本すごいねいっぱい出ているので、全部の本を読破しているっていうわけではちょっと残念なことにないです。で、大体の新書とかは読んできているんですけど、一つのジャンルとして古典を紹介したものをいくつか出されているかなと思うんですけど、30日で源氏物語とか、そういった日本文学の古典系のを解説した本はちょっとまだ触れていないので、その点はその辺の本は今回紹介してないよっていうことだけご了承いただけたらと思います。はい、では早速本の紹介に入っていきたいんですけど、今回は3つのジャンルに分けて紹介していきたいと思います。1つ目は批評系です。で、2つ目がHow to 系です。で、3つ目がブックガイドっていう風の3つに分けました。ではまず1つ目の批評系からお話ししたいと思います。批評系でまず入門としてぴったりじゃないか、新書の入門にもいいんじゃないかと思ったのがこちらの本になります。考察する若者たちです。こちら新書の中では一番新しい三宅佳穂さんの本になっていまして、結構インスタとかいろいろなところでバズっていましたし、知っている方もお見かけしたことがある方も多い一冊かなと思います。この中でこの考察する若者たちということで、批評じゃなくて考察というものが今流行っているんだっていうことを解説している本になります。で、その解説っていうと堅苦しい感じがするんですけど、解説するにあたって取り上げている作品が異国日記とかスキップとローファーとか、とっつきやすいものから語って論じてくれているので、すごく入りやすい本だと思います。新書っていうと、何回か私も紹介させていただいたことあるんですけど、結構大学の卒論とかをさらにページ数を割いたものが新書っていう感じのイメージを持たれるかな。論文の大きいバージョンみたいな感じかなと思われるかもしれないんですけど、三宅佳穂さんの本当に新書は何回も言ってるんですけど、新書界の赤川次郎だって私は思っていて本当に読みやすいものが多いので、これはそういう批評系のジャンルの中では一番読みやすい三宅佳穂さんの本じゃないかなと思います。はい、で、私はこれを読んで、考察より批評の方が好きだなと思いました。どうしてそういう風に思えたのかとか、批評と考察の違いって何だろうっていうのを知りたいよっていう方は、まずこの一冊から入ってみるといいんじゃないかなと思います。三宅佳穂さんの一冊目としてもすごく特徴が現れていますし、いい本だと思います。そして2冊目ご紹介する本がこちらです。なぜ働いていると本が読めなくなるのかです。はい、こちらはですね、ちょっと今貸していまして、人に手元に本がないので画像でお届けしているんですけれど、三宅佳穂さんといえばこの本っていう風に言える一冊じゃないかなと思います。この本で新書大賞も取り、この本きっかけで三宅佳穂さんってすごく世間に知られるようになった方かなと思うんですけど、内容としては少し批評に慣れてきた人向けの本かなと思っています。なので2冊目による
読んだ方がいいんじゃないかなと思って、先ほどの本の次に読む本としてご紹介させていただきました。三宅佳穂さんの人柄のファンだし、この本で有名になった本だから読みたいんだっていう、そういうモチベでこう読み続けていける、読んでいけるんだったら、批評とか新書とかの初心者さんでも挑戦していいかなとは思います。で、本の出だしですね、本当に入りやすい読み口なんですけど、中間が労働史についての本で、結構その詳しく昔の昭和とかそういう時の労働環境の話とか、そういうところからこう順番に丁寧に追っていってくれている本になるので、少し苦手に思う人はいるんじゃないかなと思います。私自身も少し時間がかかりました。なので本当に宮地佳穂さんが好きなんですよねっていう方以外は、一旦さっき紹介したこちらで批評とかそういう新書っていうものに少し慣れてからこちらの本を読むといいんじゃないかなと思います。で、こちらの本は簡単に言うと、SNS っていうのはどんなに疲れていても忙しくても見れちゃう、スマホのゲームはやれちゃうのに、本だけじゃなくって、好きだった歌手の曲を追えなくなるとか、そういう働くことで今までできていたことができなくなってしまっているっていうのはどうしてなのかっていうこととか、本当に昔の人に比べて現代人の方が時間がないのかなど、そういうのを考えれる一冊になっていますので、読む内容、その内容としてはすごくいい本ですから、ぜひぜひ挑戦していっていただきたいなと思います。はい、で今の2冊を読んできて、さらに批評について読みたい、しかも三宅佳穂さんが論じたものをもっと読みたいんだっていう人向けにこちらをご紹介しておきたいと思います。娘が母を殺すにはです。はい、こちら以前にも私ご紹介させていただいたことあるんですけど、ちょっと物騒なねタイトルですよねみたいな感じでご紹介しました。こちらは先ほど2冊と違って新書ではなく単行本サイズの本になっています。タイトルだけで見てしまうと、女性しか読まないかなみたいな風に思えてしまうんですけど、男性が読んでも面白いと思います。こう娘と母問題っていうのは、最近ちょっと取り上げられる機会が増えてきた話題かなと思うんですけど、その自分がね女の人だったら娘という立場でお母さんとのこの関係性をもう少し客観的に見るっていう点ですごくいい本だなと思いますし、男性だったら自分には関係ないって思わずに、もしかしたら将来ね娘さんを持つかもしれないし、その娘さんと自分のパートナーお母さんとの関係性がこういうことが生まれるかもしれないのかとか、逆にご兄弟がいらっしゃる方はその兄弟と自分の親との関係とか、いやいやそういうことはないですねっていう風でも、まだね結婚はしてないけどパートナーがいる、彼女さんがいるみたいな方にも関係してくる話だし、職場で女性と接することがあるよねっていう人だと、もしかしたら会話のそのコミュニケーション的にいいなんだかんだ知っておいて損はない内容かなっていう風になっていますので、ぜひぜひもう男性でも女性でもどちらの方にも批評がね読みたいよっていう方にはおすすめの一冊となっています。この本が一番今紹介した3冊の中では論じるという感じ、硬い感じの本になっていますので、一番最後にご紹介させていただきました。はい、ということでまず1つ目のジャンル、批評系としては考察する若者たち、なぜ働いていると本が読めなくなるのか、娘が母を殺すにはの順で読むことをお勧めしたいと思います。それでは2つ目のジャンルが How to 系です。はい、勝手にね How to 系っていう風にしてるんですけど、何かのテクニックを学べる本たちかなと思います。こちらの本たちはですね、先ほど紹介した批評系の本に比べて基本的に全て読みやすいので、こういう順番で読むといいんじゃないかっていうことをお伝えはするんですけど、じゃあ気になる本からどの本から読んでもいいかなとは思います。はい、ではまず1つ目はですね、こちらです。じゃーん。読んだふりしたけどぶっちゃけよくわからん名作小説を面白く読む方法。はい、
こちらの本はその有名どころ、古典だったり、その海外文学だったり、日本の文学でも文豪系だったりとか、そういう名前はね聞いたことあるんだけど実際ちゃんと読んだことないなっていう本たちをこういう風に読み進めていけば最後まで読めるんじゃないか、楽しく読めるんじゃないかっていうことを提案してくれている本になります。で、なぜこれを最初に持ってきたかというと、本の読み方を知るための本だからです。やっぱり何かしらね、今後今から紹介する本のまず前段階として本を読むっていうことが慣れてない人からすると、その本をいろいろ読みたくっても挫折してしまうかなと思うので、まずこの本で小説に限らずいろんな本、こういう風に読んでいく、こういう感じの取っかかりを持って読んでいくと入っていけるんじゃないか、小説の世界に入っていけるんじゃないかっていうのを知っていただきたいなと思ったので、まずはこちらの本をご紹介したいと思います。で、ここの中に紹介されている本は金閣寺とか、カラマーゾフの兄弟とか、我が輩は猫であるとか、キャッチャー・イン・ザ・ライ、老人と海とか、教科書とかで聞いたことがあるようなものも多いかなと思いますので、全く知らない本っていうわけじゃないし、その本名前知ってるなって思える本が多いかなと思うのでいいと思います。しかも、ここに載っているその読み方のテクニックっていうのは別にそういう古典に限らず今の小説とかいろいろな本にも応用できるかなと思うので、読んで損はないかなと思います。あらすじを把握してから読むとスラスラ読めるよとか、そういう基礎的な知識も分かりますし、そういうのを知りたいよっていう方はまずこちらの本から入ってみたらいかがでしょうか。はい、でこちらの本を読んでいろんな本に挑戦して本を読むということに抵抗がなくなってきて楽しくなってきたなっていう段階で、次はですねこちらです。じゃん。話が面白い人は何をどう読んでいるのか。はい、こちらの本をおすすめしたいと思います。先ほどの本はとにかく本を読むっていうハードルを下げるためのテクニックを紹介した一冊だったんですけど、こちらはその次のステップですね。ただ漫然と本を読んでいくんじゃなくって、どういう点について考えながら読むと後々自分のこのトーク力につながるかっていうのが分かる一冊になっています。とにかくインプットの仕方のテクニックが分かる一冊です。で、宮手かほさん文芸評論家ということで、本についてっていうのを思われるかもしれないんですけど、ここに載っているテクニックは別に本だけに限らず映画とか音楽とかでも多分応用が効くと思いますね。ドラマとかアニメとか何でも聞くと思いますので、本は読まないからなっていう方でもぜひそういうインプットする、自分のトーク力につなげるための力をつけたいっていう方はぜひこちらの本を読んでみてください。で、インプットしたら次はアウトプットですよね。ということでこちらです。好きを言語化する技術です。はい、こちらはもうだいぶバズりましたし、もう読んだよっていう方も多いかなと思うんですが、こちらアウトプットの一歩目としてご紹介させていただきます。読書ノートに書くっていうことを前提に、何をメモしておくといいかとか、どういう視点を持つといいかっていうのが分かる一冊になっています。多分細分化するっていうことがキーワードかなとは思うんですけど、自分のふんわりした感想だけじゃなくって、この本のここの部分がどうして良かったのか、こういう点がちょっと自分には引っかかったよとか、そういう細分化していくっていう、その自分の中だけでふんわり終わらせず、きちんと言葉にする、言語化するっていうためのテクニックが身につく一冊になっていますので、先ほどの本と同じで、別に本だけじゃなく何かしらいろいろなことを言語化して人へ伝えていきたいっていうことを伝える技術を手に入れたいっていう方にはこの一冊はすごくおすすめです。私もこれはいつも手元に置いてというか、すぐ取り出せるところに置いておいて、自分の読書ノートのためにこういうところを気をつければいいんだってたびたび振り返ったりとか、こういう
YouTube で本を紹介するにあたって、こういう点をお伝えした方が良さそうだなっていうのをこう思い出すためにたびたび読み返したりとかしている一冊になります。はい、でこれを読んで言語化がだいぶスムーズにできるようになってきたなっていう段階で終わってもいいんですけど、さらなる次のステップアップしたいよっていう方におすすめなのがこちらです。文芸オタクの私が教えるバズる文章教室です。はい、こちらはですね、私が持っているのはこの単行本サイズのものになるんですけど、文体の秘密、なぜあの人の文章はつい読んでしまうのかという、最近出た新書がこれを新書化したものになっていますので、多分どちらを読んでもいいとは思うんですけど、多分ここに載ってないことも載っていると思うので、これから読む方はそちらの新書バージョンを読んでもいいのかなと思うんですが、私はこちらを持っているので今回はこちらの本で解説していきたいと思います。はい、で先ほどもお伝えしたように、これで言語化をするっていうことに慣れてくると、きちんといろいろなことを分かりやすく言葉にするっていうことはできるようになると思うんですけど、それってレポートとかそういう硬い文章を書くっていう時にはそれで OK かもしれないんですけど、もっと広く人を引きつける文章が書きたいんだとかいうふうに思えてきたら、これを読むといいんじゃないかなと思います。でこれはそのいろいろなアーティストとか作家さんとかの文章をこういう点をこの人は気をつけて書いているんじゃないかとか、こういうテクニックがこの文章には使われていますよとか、そういう文章をね分析してくれている面白い本になっています。結構昔に私これを読んだので、ちょっと細部まではね覚えてないんですけど、星野源さんの文章だったり、村上春樹さんのことだったり、綿谷りささんについてだったり、恩田陸さんについてとか、その現代の方だけじゃなくって昔の谷崎潤一郎さんのことについてとか、そういうふうにいろいろあります。はい、さくらももこさんのことについてとか、いろいろありますね。で、海外の方で JK ローリングさんのことについてとか、そういうふうに工藤官九郎さんのことについてとか、もう本当にいろいろな世界の方のお話が載っていますので、自分の文章が人にとってこういう風に受け取ってもらいたい、こういう雰囲気を醸し出したいなっていう理想がある方はぜひこちらを読んで学んでみるといいんじゃないかなと思います。このテクニックを真似するっていうよりは、そんな素敵な文を書く手助けとなる一冊なんじゃないかなと思います。はい、ということで、そのアウトプットの中でもね最上位の感じ、もうその人にどう引きつける文を書くかみたいなのを知りたいっていう方はもう最終形態ですね、こちらを読んでみてください。はい、ということで How to 系としては4冊ご紹介してきました。まずはじめに本の読み方を知り、その本を漫然と読むんじゃなくって、こういう点に気をつけて読むとより自分のトーク力に活かせるよっていうことを知り、インプットをこれで重ねてきたら言語化する技術を学んでみようということで、自分の気持ちをふんわり伝えていくんじゃなくって細分化することが大切だよねっていうことをこれで知って、さらに人を引きつけるような文章を書いていけるためにこういうテクニックがあるよっていうのを知る一冊っていう、この順序で読んでいくのがすごくいいんじゃないかなって私は思います。でももう本はいっぱい読んでるしっていう方はここからでもいいと思うし、アウトプットはできてるんだよねっていう方はこのアウトプット系の本から読んでもいいと思いますし、そこはご自身の読みたいジャンルに合わせて、ニーズに合わせて選んでみてください。ということで How to 系の本4冊でした。はい、ではラスト3つ目のジャンル、ブックガイドになります。三宅佳穂さんいろいろブックガイドを書いてくださっているので、そちらを読むとこんな本もあるんだっていうのも知れるのでね、いいかなと思ってご紹介させていただきます。まず1冊目はこちらです。人生を狂わす名著50です。はい、こちら私図書館で借りて読んだ本なので手元にはないんですけれども、画像でこちらになります。
書店員時代に書店のサイトの方で連載していたものを元に書かれた本になっています。その名著50というタイトルにもあるように50冊紹介されていまして、一冊一冊に、こういう本ですよ、どういうところがおすすめですよっていうポイントとかが書いてあります。でしかもこの本のすごいところは、その50冊をただ紹介するだけじゃなくって、じゃあ例えばこの本を読みました、じゃあその本を読んだ後で次に読むならこの本がおすすめだよみたいなところまで紹介してくれているので、もう50冊と言わず100冊とかそれぐらい知れる圧倒的な冊数の本を知ることができる一冊になっています。もうとにかくいろんな本のおすすめを聞きたいっていう方は、こちらの本がブックガイドとして最適なんじゃないかなと思います。はい、で2つ目はこちらです。ずっと幸せなら本なんて読まなかった。なんかタイトルだけ聞くとね、すごく悲しい感じなんですけど、こちらはですね、もともと副作用あります人生お助け処方本という単行本がありまして、それが新書化したものになっています。でこちらは、仕事に行きたくない時に読む本とか、初めてのデートに備えて読む本とか、合コン前に読む本とか、男に生まれたくなかった日に読む本とか、逆に女に生まれたくなかった日に読む本とか、そういう感じでテーマを設定して本が紹介されています。先ほどの人生を狂わす名著50はすごくとにかく冊数を紹介しているっていう感じだったんですけど、そういう風に闇雲に多く紹介されるんじゃなくって、より今自分が読みたい本を探しやすそうなブックガイドが欲しいっていう方は、こちらがおすすめなんじゃないかなと思います。少しでもね絞ってくれている方が本を選びやすいっていう時もあるかなと思いますので、そういう方にはこちらぜひチェックをしてみてください。はい、新書なのでね、持ち運びにもいいですし、こちらのその前段階の、人生お助け処方本は単行本なので、こちらを今これから買いたいっていう方はこっちの新書版を買ってもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでブックガイド系の本としては2冊ご紹介させていただきました。はい、ということで今回は私が今まで読んだ三宅佳穂さんの本を全てご紹介するっていう件、こういう順で読んだらおすすめなんじゃないかなっていう一提案をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。本当に三宅佳穂さんって最近もう人気で、結構なスピードで本をね出してくれるし、いっぱい本が出て嬉しい反面、やっぱりこれから読んでいきたいなって思っている方にはどの本から読んだらいいのか分かんないなっていう方もいらっしゃるかなと思ったので、今回の動画が少しでもご参考になっていたら嬉しいなと思います。ちょっと雑談って感じなんですけど、ここからは、本当に私三宅佳穂さん大好きで、この私はですね、バズる文章教室を一番初めに読みました。でこちら三宅佳穂さんの本だっていうことは知らずに読んでいまして、全然その時は認知していませんでした。でその後ちょっと今ここにないんですけど、なぜ働いていると本が読めなくなるのかっていうなぜ働を新書大賞で取って、そんなになんかいい本なんだ、そういういい新書を書く方がいるんだっていうのを知って、それを2冊目に読んだんですね。でその後三宅佳穂さんが YouTube に出られていたりとかして人柄を知って、こんなに面白い人なんだ、じゃあ他の本もいろいろ読みたいなと思って、娘が母を殺すにはとかいろいろ読んだりして、でどんどん新刊出してくれるなと思って読んで、本当に好きだなって思っていたんですよ。で途中で文体の秘密が出た時に、これの新書版ですみたいな紹介がされていて、あれと思って、私これ読んだなって思って、ようやくそこで私三宅佳穂さん昔から読んでたんだっていうことを知ったっていう形になっています。なので本当に文体の秘密が新書化しなかったら、私なぜ畑が三宅佳穂さんの一冊目だって思い込んでたかなっていうぐらい
つながってなかったんですけど、私の中でそんな感じです。でも本当に今はね、ファンとしていろいろな本出たら買うみたいな感じでやってっていう感じでこう読ませていただいているんですけど、ついこの間も出ましたよね。なんですけど、それ買おうと思って今回のぜひ紹介の時にもこれが新書です、新しい一番新刊ですっていう感じで紹介したいなと思ったんですが、今一番よく行く書店になんか入荷してないのか売り切れちゃったのかわかんないんですよ。なくてこの撮影に間に合わず今手元にないんですけど、来月中には買いたいなと思っています。はい、そちらの本に関してはその冒頭でお話ししたちょっと古典系の話は私触れれてないんですよねっていうことをお伝えしたんですけど、そういう系の日本文学の話になるので、それをまず1冊目として読んで、また30日で源氏物語とかそっち系の本も手を広げていけたらいいなというふうに思っています。はい、ということで今回なんか長々とね喋ってしまったので、結局どの本から読んだらいいんだみたいなことになってるかもしれないんですけど、ぜひ参考になっていたら嬉しいなと思います。はい、本当にリクエストいただいた視聴者の方ありがとうございました。今回本当にそのお一人の方が作っていただけたら嬉しいですっていうことをおっしゃっていただいて、そっかと思って作らせていただいたんですけど、その以前にもですねコメントの方で宮手かほさんの本でおすすめの本ありますかっていうのをちょくちょくいただいていたんですね。でそれに私はこれいいですよとかその時々で合わせて紹介していたんですけど、みんな結構そういう風にどの本から読んだらいいのかなって思われている方多いんだなと思って、じゃあやっぱりリクエストも来たし作った方が良さそうだと思って作るしかないと思って作らせていただきました。一ファンのなんか独断と偏見による紹介ではありましたが、ぜひ最後までご視聴いただけていたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回の動画はこれにておしまいにしたいと思います。最後まで長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画を見て少しでもいいなと思ってくださった方や、次回の動画も見てみようかなと思ってくださった方はぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。またハイブも押していただけたらすごく嬉しいです。あと月290円で行っているメンバーシップの方もよろしくお願いいたします。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。きよでした。